皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。アローズ看護師の南と広報カメラマンの梅崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたね。始まりましたね。これ1回目ですよ。ここのペアで出るってなかなかないですからね。ですね。そんな私たちがこれから何をしていくのかって話ですけど、はい。普段ですね、日常生活で起こる、例えば怪我だったりとか、何かちょっと体調が悪くなったりとか、そういった時の対応でですね、なんか本当に私たち普段から病院の外でも、どこでもできるような応急手当っていうのを、ぜひ一緒に皆さんと学んでいけたらなというふうに考えています。皆さんの近くにいるご家族だったり、今道端で出会って困ってる人とかを知ってるだけでちょっと助けれる勇気になるような動画になれたらいいなと思います。はい。そうですね。はい。なんか本当にね、なんかちょっとでもやっぱ知ってると、知ってないのとではやっぱり行動できるかできないか変わってきますし、そうやって多くの人ができることが増えることによって、もう本当一人でも多くの命を助けることにもつながってくると思いますので、ぜひ一緒に学んでいければなと思ってます。はい。はい。出血してしまったっていう時の、止血方法をですね、一緒に学んでいければなと思ってますので、ぜひ、皆さんまた実際やってみるので、ちょっと見ながらね、この画面の向こうでぜひ実践していただきたいですけどね。していただきたいですね。はい。南さんの現場で、初めて血を見た時っていうちょっとお話とか聞いてもいいですか？そうですね、結構病院の中でも、もちろん救命センターで働いたこともあったので、結構本当に大きな交通事故の後とかに、かなり大きな怪我をして、出血が大量に出てるっていうこともありましたけど、そうでなくても普段日常生活で例えば友達が包丁を使っててちょっと切っちゃったとか、そういったところに居合わせたことがあったので、だからそういう時はやばーっと思いながらも、でもちょっと本人の方がやっぱパニックになったりとか、うわどうしようってなってることもあったので、やっぱ自分はね看護師っていうのもあったから、ちょっとこれ対応しなくちゃなみたいなところで、やっぱ動きましたね。でやっぱりね出血に対して大切なのは、ちゃんと血を止めるってことが大切なので、血を止める、それをねしっかりやろうってね、思ったかな。これ梅ちゃん一応死なない程度に出血してるっていうね、そういう設定なのでで一応これ血を抑えるためにはやっぱりこの血っていうのはいろいろ感染のリスクがあるので、本当は素手で触ってしまうと、私もそうですし梅ちゃんもそうですし、お互いいろんなところから感染してしまう可能性があるので、基本的にやっぱりもしあれば手袋とか、ない時には家にあるビニール袋とかでもいいので、そういうのを使って直接血を触れないように、するってことだけちょっと覚えておいてください。ごめんなさい、これって、ちなみに僕ここ切ってても、こうやってなんかよく映画とかでこうやって押さえてるとかあるじゃないですか。その時に感染はするんですか？こうやって押さえ自分がの血が出てる時、基本的に自分の場合に関しては、そこの泥まみれとかだとそこにある菌が入ってしまう可能性もあるけれども、他の人が血を抑えるっていう時にはお互いの感染のリスクをなるべく下げるために、しっかりと抑える人の方は感染がしないように手袋するなりビニールするなり、なんかその辺を工夫してやってもらえたらってところで、というね。そうでちょうど今梅ちゃんこうやって押さえてくれてるんですけど、大体結構ね大きいところが傷ができたとして出血してたら、こうやってみんな手でグッと押さえようとすると思うんですけど、意外にこれでももちろん止まることはあるんですけど、これだと出血してるところに対してやっぱピンポイントで押さえられてない場合があるので、なのでこの手のひら全体っていうよりも、ここのねなんか指のお腹の部分、こっちの部分、指紋のねあるところ、ここをしっかり使って、でこう押さえる、そうちょうど出血してるところに対してまっすぐ上から押さえて、そうでギューッと結構ね自分でも痛いなと思うぐらいしっかり押さえてもらって大丈夫。どのぐらいの圧迫感かちょっと、こうやって押さえると、
これ今ただ触れてるだけなんですけど、ここからもうちょっとさらに入れてグッとしっかり押さえる。もうほんと結構しっかり押さえないといけない。結構しっかり押さえて大丈夫です。これ本当に出血してる部位がもし結構大きかったりすると、軽くこの添えてるだけだとあまりうまい止血ができなくて、血がねちょっと隙間から漏れちゃうってことがあるので、グッとしっかり上から。で自分で押さえる分にはもう思いっきりやっても大丈夫だと思うんだけど、こうやって人にやるときに関してちょっと一言言って、ちょっと今ここから血が出てるから、この血をしっかり止めるためにちょっと強めに押さえますよっていう、なんかその声掛けもしっかりしてあげて、ちょっと押さえるねっつって、ちょっとごめんね痛いよって言って、しっかり押さえるようにしてみましょう。ありがとうございます。であとはちゃんと血が止まるまで押さえ続けるっていうのもすごくポイントです。5分間しっかりこうグッと押さえるって決めたら、5分間グッと押さえる。なるほど。で5分間、できれば、今ちょうどこれ梅ちゃんのその心臓よりもちょうど高いぐらいの位置にあるけど、こうやって心臓よりも下の位置に下がってしまうと、重力の影響もあって出血がなかなか止まりづらかったりするので、なんかほんと椅子とか台とか使いながら、なるべく心臓よりもこうやって上に上げれたら、その高い位置で止血をし続ける。で、5分間やるって決めたら、もうチラチラ見たくなるけどチラチラ見たくなるのもちゃんとこうその衝動を抑えてグッと止め続ける。おさらいしましょう。ポイントはこの、指先の腹で、なんでこのほんと面じゃなくて、しっかりこう点で押さえるっていうイメージですね。押さえ続ける。押さえ続けて、で見ない、気になっても見ない見てもいいんだけど離さない押さえ続けるがねポイントです。じゃあ5分間押さえるって決めたら5分間押さえる。そうしっかり押さえる。なるほど。でゆっくり離す。この何個かポイントがありました。それが大事ってことです。そう大事。本当もう大切なのは出血してるところを見つけてしっかり押さえる。で押さえ続けるっていう、血が止まるまで押さえ続ける。これがポイントかなと思います。その今止血っていうところで直接圧迫止血法っていうのをお伝えさせていただいたんですけれども、本当にこれからですね、こう見ていただいた皆様にも同じようなシチュエーションがある場合、出血しちゃった時がねあるかもしれないんで、そういった時に活かせるように、ぜひ今回のこの、動画をですね、もう一回その押さえるポイントのところとかっていうのを、動画をこう止めてみたりとか、もしくはこう何回かね繰り返してみたりとかして参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。でまた気になったこととか、こういうこと知りたいよっていうことがあったら、ぜひコメントの方に書いてください。はい、お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。